社員 A は5年間勤務している会社で上司である部長 B と些細な口論の後、飲み会の席で最近部長は少し無能に見えますと発言しました。翌日 B は人事部を通じて社員 A を品位を損なう発言及び組織秩序の違反を理由に解雇しました。A はこの解雇が不当であると主張し、復職または損害賠償を求めています。皆さんが裁判官だったらどのように判断しますか？この事件の場合、大陸法を採択した国家なのか、英米法を採択した国家なのかによって判決が異なることがあります。このケースが大陸法であり、成文法に従う国で起きた場合、A に有利な判断が下される可能性が高いです。成文法とは、簡単に言えば、国が法律や憲法のような公式文書で整理した法のことです。つまり、大陸法の国の裁判官は、法の条文を確認し、その解釈に従って判断することをより重視するという意味です。もしこのようなケースがドイツで起こった場合、解雇保護法により正当な理由や警告手続きがなかった点から、不当解雇と判断される可能性が高いです。この事件がアメリカで起こったらどうでしょうか？英米法は不文法、すなわち以前の判決を法的基準とする法体系です。裁判官は事件が既存の判例とどのような点で類似しているか、または異なるかを中心に判断します。アメリカでは基本的に会社は従業員を自由に解雇することができます。人種差別や報復など明らかに違法とされる理由でない限り、会社は特別な理由がなくても解雇が認められる場合が多いです。今回のように上司に対する敬意を欠く発言やチームの秩序を乱す行為だと判断された場合には、会社側がその点を理由にして解雇することも可能です。アメリカでは実際に SNS で上司を侮辱した従業員が解雇された後、復職した事例があります。しかし、そのケースでは労働組合の活動の一環と認められたため、例外的に保護されたのです。たとえ飲み会が業務の一環とみなされたとしても、上司に対するこの発言は正当な意見表明とは言い難いため、A が敗訴する可能性が高いと考えられます。大陸法と英米法のどちらの方が優れていると思いますか？